はい、いつもお待たせしました。まかない丼でございます。味付いてますから、そのまま召し上がってください。はい、すみません、極上海鮮丼お待たせしました。召し上がってもらえるのは130人ぐらい。よいしょ。130人ってことになるから、多分今日らは地元の人が多いかもね。仕事関係とか、サラリーマンの人だったりとか。定番の人気のメニューはドンとドンっていう海鮮のバラチラシがあるんやけど、よく出るのはそれ。圧倒的にそれがビジュアル見た目的にこのインパクトあるのは上天丼じゃないですかね。はい、今の時期は冬の限定でブリ三昧丼っていうのもやってるから。122番がさっきも言ったけど結構砂糖とかも入ってみりんとか砂糖が入ってるから焦げやすいんですよ。なのでなるべく焦がさないように焼きます。20代のところに戻りたいってよく言う人いるじゃないですか。はい。もう絶対に戻りたくね。
あんなしんどい思いもう一回せなあかんのかと思うともう絶対戻りたくない。今が最高だし、これからももっと面白くなると思うから、今めちゃくちゃ重いですよね。今ここに来たって感じですけど。緊張するやん。さて、じゃあ行きますか。平正です。こっちぶり。甘いでね。これ何昆布？どんな感じですか、今日は。まあ悪くはないですね。平正の方が上品な油です。さらっとした感じの。ぶりの方が濃厚っちゃ濃厚ですよね。で、頭をあら汁にします。こうとかんと後で怒られるんで10.3 キロ10キロ超えると寒ブリって呼ばれる。持っていきましょう。お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
つごどんどんで、はい。普通盛りですね。味ついてますね。結構来てまして、作りも新鮮ですし、どんどんに関しては歯ごたえとか全体が良くて大好きで、はい。ありがとうございます。わかない丼でございます。味付いてますからそのまま召し上がってください。お味噌汁熱いんで気をつけてください。OK ですか？はい。ご飯の量どうしました？普通で。わかりました。すみません、お待たせしました。普通っていうの難しいですけど。難しいですね。難しいですね。なんか具がやっぱ柔らかいですよね。新鮮でとても面白くて、でやっぱ卵との相性が良くて食べやすくて、お吸い物もすごいまろやかで美味しいです。はい、ぜひ来てください。ありがとうございます。どうぞ。どんどんお二つで。美味しいが今日お二つ。ご飯の量どうしましょう。多くも少なくもご自由にできますけど。多めで一つ大きな。普通でかしこまりました。はい。ご飯の量どうしましょう。多くも少なくもご自由にできますけど。はい、すみません、どんとどんですね。お待たせしました。はい、ありがとうございます。お味噌汁熱いんで気をつけてくださいね。ご注文。タレかかってますけど足りませんでしたが、手前の方に適当なタレ置いてあります。お好みでどうぞ。よいしょ。どうぞどうぞ。はい。
はい、すみません、ブリ三昧丼ですね。こちら炙ってあるもの漬けになってます。味付いてますからそのまま召し上がってください。あとこちらのお醤油使っていくと。綺麗やね。美味しいのよこれが。美味しいのよ。ついてますからそのまま召し上がってください。はい。お味噌汁熱いんで最後最後が出たぞ。ぶり三昧丼とても香ばしかった。はい、すみません、極上海鮮丼お待たせしました。こちら2種類炙ってあるお魚、こちらヒラメです。塩昆布かかってます。こちら島味です。漬けになってます。この2種類そのまま召し上がってください。はい、今日足りませんでしたら手前の方天丼のタレ置いてあります。お好みでかけてください。お味噌汁熱いんで気をつけてくださいね。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。あら汁じゃなくても本当に、こんなあらじゃないし、すごいなんか美味しそう。ごっつい、本当に贅沢。今まで何回も来てるけど一回もなんかこうストレス感じたことがなくて、いつも気分よく美味しく食べさせてもらえるんで、それでまあしょっちゅう来るんですけど。すいません、こちら重いですね。味付いてますからそのまま召し上がってください。前に何本ぐらいになったって見に行ったら400です。なんで100本も増えてんねんって。どういうの見に行ったって。まあ本当に他のちょっとものも食べたい。ぜひぜひ。ご参加ありがとうございました。お気をつけて。極上海鮮丼で2つで。きれいよ。かしこまりました。じゃあね。そうなってくるとちょっと変則になりますもんね。2種類炙ってあるお魚、こちらがヒラメです。塩昆布かかってます。こちら島味で漬けになってます。この2種類そのまま召し上がってください。ね、味付いてますからそのまま召し上がってください。お味噌汁熱いんで気をつけてください。ちゃんとしてから美味しいですね。10キロオーバー。
ぶりかま焼きでもどうやってるの？黒板？黒板。車鯛でサゴシ、サワラ、あとソイ。魚菓子食堂は基本的にはコストパフォーマンス重視してて、その中でもお客様に満足していただけるような料理、そしてサービスを目指しています。喜ばれることに喜びをっていうのを常に念頭に置いて、全員がそれに向かってお客様にお料理を提供しているっていう感じです。魚菓子スペシャルっていうのがあるんですけれど、その中で煮魚であったりフライ盛りで焼き魚、あとめった汁がつくので。そうですね、15床とか、フルであれば昼で大体150人ぐらい、夜に関しては100人ぐらいで、300弱ぐらいですね。
声っていうのを全員で協力しながら今日も一日お願いします。カキフライ定食あります。お客様が来店です。はい、大丈夫です。お刺身とカキフライ定食をいただきました。ここ初めてなんですよ。美味しかったです。ごちそうさま。ありがとうございます。お帰りです。どうもありがとうございます。お客様が来店です。いらっしゃいませ。お願いします。はい。お客様が来店いです。らっしゃいませ。お客様が来店です。いらっしゃいませ。すみません、今日何召し上がられました？海鮮天狗盛り丼です。別の店舗とかでも結構何回か行ったりします。すごく美味しいです。お願いします。5番さん出ます。
帰りです。ありがとうございます。2名様が来店です。2名様が来店です。いらっしゃいませ。さっき5850円です。お帰りです。ありがとうございます。今日刺身定食のランチを食べました。味噌汁変更をなんかしたんですけど、それがもうすごく美味しくて、あとお刺身も新鮮で美味しかったです。お願いします。何が？皆さん刺身ランチです。ご飯大です。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ランチ極小のやつだけわさび抜きでお願いします。違うの？お姉様が来店です。
豚汁もね、お刺身が新しくて美味しかったです。出します。お待たせしました。海鮮ちらしでございます。じゃあ赤色の海鮮丼のお醤油使いください。ありがとうございます。ブリとすれば10キロ以上が、ブリになってくるんですけど、氷見はもう脂が乗ってて全然違うですね。わかりました。天ぷらはかき揚げ、エビ、あと本当はメギス、あとイカゲソ、それからスルテンがありますね。茹でが数秒です。で、ちゃんと茹でて、乗せてお渡しなので、早ければ10秒ぐらいですね。20年ぶりに来たお客様が味変わってなかったよって言っていただけると本当に嬉しいですね。時を回りました。ここで朝がやって雪になりそうなみぞれが来るからどこか気をつけてお過ごしくださいね。
特にはい、お待たせいたしました。イカゲソ天そばで。はい、ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。エビ天そばでございます。はい、お客様お待たせいたしました。もずくそばでございます。ありがとうございます。はい、メギス天そばにもずくご追加のお客様お待たせいたしました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。お箸そちらです。はい、お先に天津うどんです。お待たせいたしました。はい、お待たせいたしました。木そばです。どうぞ。そばに生卵ですね。はい、お待たせいたしました。もずくそばに生卵です。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。またご利用ください。内陸部や山間部を中心になだ南越が曇りのち雨、降水が予想最高気温が8度です。曇りのち雨、降水確率は 20% のち 50%。今日午後6時までの降雪予報、上越妙高エリア0センチです。では周辺地域の今日の顔です。そうですね。天かすお入れしますか。はい、かしこまりました。
はい、お待たせいたしました。木そばです。どうぞ。はい、お待たせいたしました。たらこおにぎりとかき揚げ卵そばです。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、イカゲソ天そばに海苔ですね。かしこまりました。はい、お待たせしました。はい、ありがとう。海苔とイカゲソ天そばです。はい、ありがとうございます。お味の方いかがですか？最高です。ここが一番うまいですよ。本当に正直言って、本当に。はい、お待たせいたしました。天津うどんでございます。はい、ありがとうございます。はい、お預かりします。はい、和風中華ですね。はい、お待たせいたしました。和風中華です。どうぞ。はい、お待たせしました。メギス天うどんです。どうぞ。はい、お待たせいたしました。天津うどんです。どうぞ。はい、お待たせいたしました。エビ天うどんどうぞ。仕上げ天うどんの海苔入れです。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。ベビス天うどん上がります。鮭のおにぎりと和風中華。おにぎり温めましょうか。鮭のおにぎりと和風中華お待たせいたしました。もずくそば大盛りでお待ちのお客様、どうぞお待たせ。天津そば大盛りでお待ちのお客様。
はい、お待たせいたしました。エビ天サバです。ごちそうさまです。どうぞ。真剣勝負で臨まなんだらやっぱりね。オムライスと。はい、B ランチね。鶏美味しかったです。めちゃくちゃこう食欲をそそるような味で素敵でした。野菜とか肉の牛の筋とかこれに足して使う分のソースの仕上げを完成させて使ってるんです。一番肝心なデミソースですから、うなぎのタレでないですけどもずーっと途切れなく仕込んでますね。材料8分してもいい材料を使えばそれなりに味が完成されるっていうことはもうこれは基本中の基本ですね。材料そのものは吟味するように心がけてます。お肉にしろね、野菜にしろ、全て食材に関してはね、やっぱそこは一番のこだわりですね。ヒレカツ定食のこれは豚のヒレ、トンヒレってやつ。これは豚のロース、ポークソテーとかソースカツ丼とかっていうのに使うお肉ですね。どれもこれもボスボス出るって感じですね。うちらそんな洋食屋ですから、基本的にオムライスとかそんなものは全体から見ると数は多いですけどね。10年ほど前にいっぺん参加したことがあってね、ちょうどそういうチャンスがあったもんですから、本当に出したのはちょっと自分なりに考えて大人が食べる子供ランチっていう感じでネーミングしたんですけど、そのイベントに出したそれが結構人気メニューになってね、多いと1日100食ぐらい出たりとか、一皿食べればがっつりくると思うんで。
洋食屋を始めたのは今度60年ほど経つんですけど、それ前に原野屋として酒屋もしてたりとか、原野屋としては100年ぐらい経つと思いますわ。いいランチね。一旦保留でいいです。ちょっと上田さんに聞いておきます。は
最初の絵ね。はいよ。今日私 B ランチであんま鶏好きじゃないんですけど鶏美味しかったです。今日は A ランチです。美味しかったです。ケチャップどうよ。こんなんでいい。はい。そうなんですよ。他の大人のお子様ランチ注文したんですけど、よく話題になってたんで、ちょっとそれを食べに来てよかったなと思いました。はい、美味しかったです。チキンがあってもうカレー味で、この男性でもめちゃくちゃこう食欲をそそるようなそんな味で素敵でした。オムライスと、はい、B ランチね。半分やな。はい、ごめんなさい。はい、玉かつお待たせ。はい。
これちょっとが足らんで今してる。細かいのをしてる。今の分だけや。はい、オムライスです。コロッケいくよ。あそこ入れるのいい。これはビールはな。生か。生だなで。真剣勝負で臨まなんだらやっぱりね最近美味しくなくなったとか高くなったとかっていうことはやっぱり敏感に反応しますからやっぱこちらもそういうことはなかなかできません。はい。芋できました。そうなんです。いらっしゃい。源の屋として息子の代になってね、またあと一緒なことを継承っていうよりもまた息子のやりやすいことでこの商売を継いでいってくれればいいかなと思って、それを夢見ながら頑張ってる
のが現状です。商売としてあわら温泉の養殖屋として続けていかればなと思ってしまった、これを願って今現在頑張っているようなのが心境ですね。見てますよ。かなり人気ありますね。カレーオムライス。みんなが何も考えんとなんとなく来たらなんとなく気分で帰れるみたいなものを目指しとるんで。美味しい。何にしようかってな、ワイワイとかええなみたいな、ぼんやりと和食の和とイタリアのいいとこ組み合わせたらワイワイやなみたいな、それ面白そうやなみたいな。サラダは実はこれうちの隠し売りなんで。土日やと昨日入ってきた卵ですけど、昨日入ってきた卵だからプリプリすぎてね、特に冬場なんか切れないんですよぐるぐる回っとるだけでめちゃめちゃしんどいけど、腕結構しんどいんですけど。かなり人気ありますね。おじいちゃんおばあちゃんが注文するのかと思ったら若い子は結構好きで。だからこの店やる時もいろいろ業態を考えてスープを元野菜くずで出しとるんですけど、材料が違うから日によって味が違うんですよ、もちろん。
玉ねぎを。豚バラのスモークですね。材料にしたり。これはいわゆるこの熱粉っていう加熱しながらスモークをしていくっていう。ドリンクがつきます。単品はオムライスが3つ。3つ。はい。スパゲティが2つで。はい。何時頃になりますか？
オムレツ一緒のパターンです。とっても美味しい。ありがとうございます。カレードリアワンです。ごめん。ゆうぴーちゃんだ。かわいい。ありがとうございます。
これカレーオムライス。じゃあお二つお飲み物どういたしますか。コーヒー、紅茶、オレンジジュース、グレープフルーツジュース。お待たせしました。ありがとうございます。スパゲッティは出ました。オムライスこれから。お待たせしました。ありがとうございます。ガーリックオイルだったんですけど、すごく麺と絡んで、私温泉卵が好きなので卵も絡めてすごい美味しかったです。ご飯が全部美味しいのと、あとマスターもすごくいい方なので、すごい地元帰ってくるたびに来たいなって思います。スーパーはいわゆるボルガライス
しあれですよ、YouTube いくらでも質問していただいて。またいっぱい食べたいものがいっぱいあって夜に来たんやほんまは。めちゃくちゃ美味しい。また来ます。これ完成です。お客さんにええ気分になって帰ってもらう。うちポジションとしてはもうワイワイ亭でええやん言うて、みんなが何も考えんとなんとなく来たらなんとなくええ気分で帰れるみたいなものを目指しとるんで、まあそれをより一層充実させていくっていうことですかね。
時に有機を全部使ってもいいですし、コーティング専門店アップルコートがオープン。
フルーツタルトも。ハンバーグ定食とミックスフライ定食。はい。お願いします。ハンバーグの中華はい、お出しです。なんかハンバーグ好きなんだろう。あ、そっちも同じやな。あれじゃ3回目か4回目ぐらい。僕は初めて連れてきていただいた。お願いします。ハンバーグ定食ダブルライス大、とんかつ定食ダブルライス大。
うまそう。うまっ。20歳やもん。まったまでいいよ。俺頑張ったよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ハンバーグカレーになります。すいません。大体次の日も食べるようにして、夜。多分普段そうなんですけど。はい、お待たせ。はい、お待たせしました。はい、どうぞごゆっくり。常連さんみたいな感じがね
ここでこの近所の会社の社員の方とか一番創業の時にどうしたらいいかなと思って考えたのがこの大きいお揚げを乗せたこの煮汁はずっと継ぎ足し継ぎ足しで、そういうふうにして使ってます。うどん屋さんのところへ豆乳持って行って、そして作ってもらったのを冷凍してあるんですけど、その冷凍を小出しに使ってます。冷凍のおそばと、そしてこれおうどんね。そしてこれがラーメンです。はい。カレーラーメンの方はキャベツとか人参とかは少し入りますけど、うどんは麺とその油揚げだけです。これも少しずつ一口ずつお膳に、全部出ますんで。うちの豆乳は 11% ほどの豆乳にして焼いてありますけど、みんな濃くて美味しいって言ってくれてます。お客様にお出ししている豆乳です。一口飲んでみます？うちは生搾り製法という製法でやっておりますので、水と10時間冷やした大豆をこうドロドロ状態にしたものを煮る前におからと豆乳に分けて、豆乳だけを煮沸して100度以上炊いて、そしてそれににがり入れて作ってます。すごい元気なご先祖様で、元気源右衛門っていう人がおいでたので、その方のお名前をいただいたんです。はい。あれば誰かいらっしゃると思います。菜種湯は酸化しにくいので、で使ってるんです。はい。で手作りで手で揚げてます。はい、ちょっと柔らかめですけど濃厚です。はい。しそミックスっていうのを混ぜ込んでしそ味になってます。柚子味。結構人気です。はい。1パックだけ入れます。
たせです。はい、どうぞ。はい。ソフト食べる。あ、そうね。熱いの食べた後にソフト食べると美味しいね。お待たせ。はいはい。ありがとうございます。すぐお持ちしますので。はい、お待たせです。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。はい。月に1回ぐらいは美味しいこちうどんです。全部美味しい。これ最高です。お待ちしてます。そうでもねえか。カレーうどんです。ご飯普通でいい。はい、いらっしゃいませ。ダメか。はい。あ、お稲荷さんね。高知はね、菅原道真の
こち深は匂いを起こす梅の花主なしとて春菜忘れそうっていうそういう短歌あるんですけど、菅原道真のその一番上に高知、東の風と書いて高知というあるんですよ。それをいただいたんです。豆腐と読めるので、はい。で、こっちが大盛り。盛りね。いいですか？はい、お待たせしました。はい、どうぞごゆっくり。またお盆明けに。ありがとうございました。カレー。油にどっさり。
待たせしました。はい、どうぞ。60個。くるみだれっていうそばのつけだれがあるんですよ。それの入れるくるみです。それを砕いてくるみだしに入れるんです。でそれでそれつけて食べる。
いたしました。カツ丼とおそばの大根になります。こちらもしのお皿です。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。あ、しょうさん、礼おろしって何択かな。はい、取ります。礼おろし17。親子出ます。よっ。41択のエビ天出ます。かしこまりました。41鶏天出ます。親子4名。ありがとうございます。ありがとうございます。しょっちゅう来てるよ。あ、そうなんですね。美味しいわ。カレー丼とそば茶も美味しいわ。そばと天ぷらのセットか、もうちょっとたくさん食べたい人はそばとなんかカツ丼とかそういう丼物とかそういう食べる人も多い。余計食べるから2種類食べんとお腹膨れないからそんな感じでやってます。
はい、レアオサです。お待たせしました。じゃあ冷やし青さぶっかけそばですね。じゃあお好みの出汁の量かけてお召し上がりください。じゃあで今日いただきますね。だけどうぞ。熱上がりました。もう一個します。カツ丼いきます。カツ丼とそばのセットお持ちしました。後ろから朝です。はい、どうぞお待たせしました。ありがとうございます。140円お願いいたします。初めて前から来ようと思ってて、子供ちっちゃいもんで今日ちょっと2人だけやったんで、美味しいです。美味しいですか。また来たいです。鶏天とは言います。いらっしゃいませ。つけ麺1個。タクいきます。取ります。はい、オッケー。松丼です。じゃあ2択いきまーす。エビ系。ゲット。はい。親子池。
めたい。カレー釜よ。おそば大46。そうです。かき揚げパンはい。お願いします。あ、ダメ。おばさんたちとか、それから自転車乗る人たちが別にレストラン使わないんだけど休みたいっていう方、ここ無料開放です。子どもさんたちやお孫さんたちが帰ってこれないような町をなんとかしたいと。で非常にこの町も2000人ぐらいしかもういらっしゃらないんですよ。そういう町に、少しずつ明かりを灯して最終的には子どもさんやお孫さんが帰ってこれる町になればいいなということです。で日本にはこういう町がたくさんあるらしいので、一つの礎になればなと。大学入る前にイタリアンレストランでシェフやってたんですよ。一般のお客さんやこっち町を訪れられるお客様や特に地元の方が気軽に入れるようなお店、ラーメン屋はラーメン屋なんですが、ただのラーメン屋ではなくて皆さんやらないようなラーメンね。ですから言ってみりゃ洋風ラーメンだけどパスタ風ラーメンという形。粉はデュラムというスパゲティを作るためのセモリナ粉ってやつの細かいやつを使ってあります。だけど作り方、製法はラーメンの作り方で乾水も入れてあると。
了解了解。日本っていうか多分セット。了解了解。それを了解。あ、ここ関係使ってみようね。香取さんとは前同じ職場にいて、そこで一緒に仕事をさせてもらってたというつながりです。何でも首突っ込んで勉強する人ですね。辛いのであまり辛くない方がいい。まあまあ。もらってます。はい。取るのか。味だとか感想を聞かせてくださいね。今日初日の実は最初のお客さんなんで。
っかり作られていると思います。ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。コーヒーダメなんだけど、なんか代わりにお茶かな。味っぽくないですかね。大丈夫です。はい、これ、はい、プラス足。はい、振り出す、振り出す。あ、そっちでしょ。あ、出したよ。とても美味しいですね。以前手料理も食べさせてもらってるんで。じゃなくてもいい。すぐ作ります。はい。
じゃあね。はい。はい。